とにかくだから今結果出せと。まず今頑張らないやつは未来も頑張れないと。今回なんですけど、起業したい人へまずは〇〇をしろっていうタイトルなんですが、世の中の特に若者が多いかなと思うんですけど、お金持ちになりたいとか、有名になりたいとか、モテたい、だから起業して社長になりたいっていう人は多いのかなとは思ってたりします。そういった人たちに向けてアドバイス、考え方とか、そういったところをお話しいただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。最初にぜひチャンネル登録をお願いしますと。起業して成功するってそんな簡単じゃないよね。ぶっちゃけ社長になりたいんだったら、紙出したらなれるから、誰でもなれる。起業するのは正直そんなに難しくないけど、成功させるっていうことはめちゃめちゃ難しいというか、努力をしなきゃいけない。より考えて行動しなきゃいけないから、そんな甘くないです。僕も様々な経営者見てきましたけど、本当に優秀なやつはやっぱ優秀で、そういう人たちは人とか金とかノウハウを用意して持っていて、こういう人たちは話別だと思うんですけど、普通の人が起業するっていう時には、人も金もノウハウもないわけなんで、そんな生半可なものではないと。やっぱ人一倍考えて、人一倍行動してやり続けないと難しいですよと。それでも頑張りたいんだということであれば、今、まず結果出しましょうと。例えば今普通に社員として働いてます、営業やってますだったら、とにかく今自分の役割として最大限の結果出せと。もし今何か管理職とかやってるんだったら自分のチームでの結果を最大化しろと。今結果も出せない人が起業したから結果出せるなんてない。とにかくだから今結果出せと。まず今頑張らないやつは未来も頑張れないと思います。今の会社だと頑張れないけど、別の会社だったら頑張れるとか、そういった人は少なからずいるかなとは思いますね。今の会社だと自分は能力を発揮できませんとか、今のこの置かれてるポジションだととかいう人って大体どう言っても出せないんですよね。さっきも言った通り、今頑張れないやつは未来も頑張れないから。起業したいって言うんだったら、今まず結果出しましょうと。今の自分の役割で。もう一つは、起業するために今どんな行動をしてますかって。結果を出すにはその間に行動があるじゃないですか。考えてるだけの人はやっぱうまくいかないんですよ。考えなければいけないんだけど、考えてるだけではうまくいかないから、当然行動をしなきゃいけないと。起業したいって考えてるんだったら、どんな行動をしてるんですかと。例えば起業するとしたらこのビジネスだって決まっていて、このビジネスのマーケットを調べて、自分なりに戦略を描き始めてますと。毎月にこのぐらい量を増やしていって、今まとめてるんで何月に作ります。もしくは作ってますとか。そのためにリサーチとして休日はこういう感じでやってますとか。あって叱るべきだと思いますし、今結果を出すことと、起業したいんだったらそのために行動を何してるかっていうのがやっぱりセットでなければ、大体うまくいかないですよ。最初から全部役割分担してチーム組めないんだったら、起業するんだったら必ず創業メンバー、社長一人だったら社長がいろいろできなきゃいけないんですよね。プレイヤーとしても優秀じゃないのに、その社長が一人起業してうまくいくわけないじゃないですかって、そんな甘くない。ちなみに社長起業された時に大変だったりとかアドバイスできるようなことを伝えてほしいんですけど、一つはお金の計算をちゃんとしなきゃいけないんですよね。一番会社やっててうおーと思ったのは全部後払いなんですよ。会社員の時って全部天引きじゃないですか。所得税、住民税、全部天引きなんで、例えばもらったお金、会社から振り込まれたお金はある意味全部自分で自由に使ってもいいわけですよ。仮にそれが20万円だとして、この20万円を全て使って、また次の月になったら20万円入ってきて、これ全部使えると。もう会社って違くて、例えば1000万入ってきたら、これって収入じゃなくて売上じゃないですか。ここから費用払って、さらに従業員の住民税、所得税とかを会社が預かって、消費税とかもそうですよね。一回預かって、後で納めるんですよ。後払いか、もしくはもらう前に先払いみたいなのがどっちかじゃないですか。入ってきたお金のどう回すかをちゃんと計算できないといけないんで。だからあったらすぐ使っちゃう人とか向かないですよね。当然ですけど。意外と知らないんですよ。とにかく知らないものでかかるお金がいろいろあるんですよ。だからちゃんと入ってくるお金がいくらで何支払わなきゃいけなくて、会社やってると支払いってどんなのがあるんだろうっていうのは自分でちゃんと計算をするか、もしくはそれをちゃんと助言してくれる人とか、一緒に管理できるような人とか。でも大体起業してるとね、なかなかそういう人つけれないから自分でちゃんとやんなきゃいけないんで、とにかくお金の計算は最低ちゃんとしておかないとみんなに迷惑かけちゃうんで、取引先も社員も周りにすごく迷惑かけちゃうんで、これはしっかり肝に銘じてというか考えた方がいいですよね。社長軸とかの資料も書いてますけど、礼儀正しさに勝つものはない。それってだから信用経済みたいなもんじゃないですか。どんなに仕事ができても礼儀さにかけてたら信用を失って残れないみたいな。長く成功していくには礼儀正しさが必要みたいなイメージですよね。起業するならばっていうのも拡大解釈すると、もちろん生きられなくなっちゃダメなんですけど、生きるのに最低限の例えばお金は必要ですと。会社もやっていくのに一定必要ですと。これも大事ですけど、そこに余裕があるとか、潰れないんだったら、ある意味お金を積むよりかは信用を積む方が大事なんですよ。信用を積むっていうことは礼節なんですよ。数値がなかなかしにくいですけど、目標は信用を積むこと。信用を積むための行動は礼節を実行すること。礼儀正しく節度を持つ。
とかね、それに付随するいろいろだけども、これも言い方変えたら誠実みたいな話なんですよ。この行動をずっとしていけば、信用が積み重なって、結果後でいいブーメランがってくるんですよ。礼節を極めるという、仕事でもプライベートでもうまくいくっていうことですよね。はい。逆考えれば分かりやすくて、礼儀最悪なやつと、節度全くないやつって、あなたどう思いますかって話で。先輩に会っても、取引先に会っても、ジャスとか、ご飯おごってもらっても、一言も何にも言わないで、ごちそうさま言わないで帰ってくるみたいな。それの逆を言ってるだけだから。例えば、ごちそうしてあげた時に、本当にありがとうございます、ごちそうさまですってすごい感謝してくれるんですよ。なんなら家に帰ったら、今日はありがとうございましたってお礼メール来てると。次会った時にもこの前ありがとうねって言われましたと。この人だったら別にもう一回機会あったらおごってあげてもいいじゃん。と思うのが人間じゃないですか。なんかあった時に、この人だったらちゃんと気が利くからできるんじゃないかって思って相談したり仕事振ったりしますよね。自分がもし仮に上司だったら、礼節を持ってる部下と、礼節がいまいちな部下と、大事なプロジェクトのアサインですと。一人選べって言われましたと。どっち選びますか？そんなの礼節持ってるに決まってんじゃないですかってみんななるんですよ。スキル同じでもそうですよね。フェアな時に礼節があった方が圧倒的に有利なわけじゃないですか。だし、ちょっと能力低くてもこっちの方が優先されることいっぱいあるんですよ。声掛けされること。だとしたら逆の立場の時もそうした方がいいに決まってるじゃん。これが習慣づけて自然体できるようになったらめちゃめちゃうまくいきますよね。だからストレスも減りますよね。嫌なこと減るんで。もし仕事でもプライベートでも信用がないなっていうところがあったら、礼節っていうところを一回見直してみて、行動を変えていくっていうところがあれば、うまくいくきっかけになるかもしれないです。そうですね。お金持ちになりたい、有名になりたい、モテたい、だから起業して社長になりたいって言ったらやめた方がいいんじゃないかと思いますけど、お金持ちになりたいはまあいいですけど、社長になったからモテるなんてないし、お金あるからモテるっていうのもちょっと意図が違うし、有名になったら自由減りますよ。そんな楽なもんじゃない。だから甘い考えで起業したらほぼほぼ失敗しますよね。起業はそんなに甘くないよということで、まずは今自分が置かれている状況で結果を出す。そして起業したいんだったらそれに向けて行動をするということがまずやるべきことだと思います。今の環境で成果出せないので頑張れないっていう人は、そもそも起業はやめた方がいいってことですね。人に迷惑かけるだけでやめた方がいいと思いますよ。本日の動画を見ていただいてありがとうございます。Apple 引っ越しセンターではホームページや各種 SNS などで様々な情報を発信しておりますので、ぜひご覧になってください。また、このチャンネルでも現場の様子から対談、研修、様々な情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。あと、この動画にいいねもお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。